欠陥人間だからわからないのではなくて、多くのアダルトチルドレンが育ってくる環境は、自分の気持ちより親の気持ちを優先しなければならなかったり、自分の感じていることを全部そのまま意識することは危険だったんです。そこで憎しみがあるのに、寂しいのに、こうしたいという欲求があるのに、それらを意識から消したかもしれません。このように生きてくるのが多くのアダルトチルドレンですが、人は自分の気持ちよりも他人の気持ちを大切に生きていたり、自分の本当の感情を意識から消していれば自分の気持ちがわからなくなります。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。人は機能不全家族の中で育ってくると、本当の自分の気持ちがわからなくなることがあります。アダルトチルドレンは、自分がこういう行動をするのは、これこれこういう理由だと思っていても、それが全く違うかもしれません。例えば、猛烈に働く人がいます。あるいは、子供にしがみついて過干渉になる親がいます。今、自分では家族のために働いている、子供のためにサポートしていると思っていても、心が成長して自分が分かるようになってから振り返ると、病的な劣等感を持っていたんだな。ありえないほど自分自身が不安だったんだな。ありえないほど自分に自信がなかったんだな。だからああいう行動をしていたんだな。とびっくりする時が来るかもしれません。自分で自分のことが分かっていないと自己実現的に生きられないし、周りのためと思って努力をしているのに、周りの人を傷つけていたりします。そして何よりアダルトチルドレンの回復もできません。今日は自分のことが分かっていないアダルトチルドレンが自分のことが分かるようになるヒントをお話ししたいと思います。1、アダルトチルドレンは自分の気持ちがわからない。2、アダルトチルドレンは自分がしていることがわからない。3、アダルトチルドレンは自分の問題点を分かっていない。4、どうすればいいかという対策。5、ポイントの振り返りと補足。6、すぐにできること。このような順番で話します。多くのアダルトチルドレンは自分の気持ちがわからないという話からします。心に問題がある親や心が未成熟の親は子供の心が育つほど十分な愛情を子供に与えられません。ないものはないんですが、子供にはそれがわかりません。親が愛情を持っていなくても、どうにかしてその親から評価とか承認とか愛情をもらおうとします。親に気に入ってもらおうといい子になろうとするかもしれません。こうなると子供は自分の本当の感情や欲求よりも親の気持ちや欲求が大切になります。そして大人になっても親からもらえなかった評価とか承認とか愛情を求め続けます。だから問題を長引かせ深刻にしてしまうケースが多いです。また、このような冷たい親であれば、子供は親への憎しみを持ちますが、親なしでは生きられないのだから、この憎しみを意識するわけにはいきません。無意識に抑圧します。同じように、悲しいとか、寂しいとか、その他の感情も、そのような感情は親が望まないので抑圧するかもしれません。親が望まないというのは、子供が親に十分に愛されなくて悲しいとか、
ほったらかしにされて寂しいと感じるということは、子供からの自分への攻撃にも取れるからです。心が未成熟な親ほど子供がそのような感情を持つことを望みません。子供は親に嫌われたくないので、親の望まない感情は抑圧します。こうして心が未成熟の親のもとに生まれた人ほど自分の本当の感情を抑圧します。このように自分の気持ちより親の気持ちが大事、あるいは感情の抑圧がたくさんある。こうなると自分の気持ちがわからなくなります。感情の抑圧があると自分の気持ちがわからなくなるという一例を出すと、よく親の DV の噂を聞きつけた児童相談員が家にやってきて、子供にお父さんはどういう人と聞くと、優しい人ですと答える子が多いと言います。そばに親がいればそう答えるしかないだろうと感じる人もいるかもしれませんが、施設に保護され親と離れていても、ひどい親のところに帰りたがる子もいるそうです。一人では生きられない子供にとっては、愛着システムなども影響して、優しい知らない人より知ってるひどい人を選ぶ傾向があります。ひどい親を好きなはずがないんですが、憎しみを抑圧しているので、自分で自分の本当の気持ちがわからなくなっているんだと思います。だからひどいことをされている時以外は何もなかったかのようにそばで話をしていたりできます。もちろんそこまでひどくなくても、自己中心的で子供の気持ちを無視する親や、心が未成熟で子供を愛せる余裕がない親などに育てられている子供も同じです。憎しみを抑圧します。これは人間の持つ生き延びるためのスキルなんですが、生き延びる代償に心を壊しています。そして自分の人生を生きられなくなります。自分の欲求のこうしたいがあるから自分の人生を生きられるんです。自分の気持ちがわからない人は他人の欲求を満たすこと、人に嫌われないようにすることが人生になってしまいます。次に、アダルトチルドレンは自分がしていることが分かっていない人も多いです。自分が10しかしていないのに100していると思っている人は、相手の自分に対する態度に不満になり、すぐに傷つきます。傷つくから怒りになってよくトラブルを起こします。また、アダルトチルドレンは心が成長していなかったり傷つきやすいので、自分が嫌なことをされることにはものすごく敏感です。ほんのちょっとでも嫌なことをされるとすぐに傷ついて怒りや恐怖を感じます。でも自分が人をものすごく不快にさせる言動をしても、それには案外気づいていなかったりします。例えばパートナーがちょっとしたミスで落ち込んでいるとします。すると、そんなことで悩むのと相手の感情を軽視するようなことを何も考えずに発したりする人がいます。あるいは仕事の会議で他人の意見や提案に対し何の心遣いもせずに無遠慮にコテンパンな批判的なコメントをしたりします。このような人は建設的な意見交換がしたいのではなくて、ナルシシズムを満たしたいとか、憎しみを晴らしたいとか、本人の心の未解決の問題が根っこにある場合が多く、自分の心の必要性を満たしているだけですが、本人は正しいことを言っていると思っていて、自分の発言が相手や相手だけではなく周りの人を傷つけていることに気づいていないことが多いです。アダルトチルドレンを克服するには自分の問題点を分かっていなければ無理ですが、
アダルトチルドレンは自分の心の問題点を分かっていない人も多いです。愛されて育ってきた人はそのままでいいということを学習しているので、自分の心を素直にまっすぐに見られるようになりますが、愛されずに育ってきた人は本当の自分ではダメなんだと思い込んでしまうので、自分でも本当の自分を否認します。こうなると自分の心をまっすぐ見ることが難しくなります。そこで心に傷があるのにどこに傷があるのかわからない。心に穴が開いているのに何が足りないのかわからない。苦しいのにどうすればいいかわからない。そこで本当の問題は突き止められずに、走れば解決するだろうと疲れ切っているのに走ってしまう。頑張ればどうにかなるだろうとやめたいのにやめれないということになります。一つ例を出すと、例えば小さい頃に親に甘えようとしたらこっぴどく怒られたような人は、大人になっても自己中心性を残している人が多いです。そして自己中心的なまま親になったとします。親なのに子供よりも自分を優先にしているなどのようなことは、うすうす気づいていても認められないかもしれません。あるいは一旦気づいてもすぐに忘れるかもしれません。このように気づいていなかったり認められない問題は何度も同じトラブルを繰り返します。何度も周りの人に迷惑をかけます。毒親育ちはこのように小さい頃の心の傷を自分にも隠しているので、ありがちなのが表面的な問題をどうにかしようとします。でもその前に根っこに問題があるんです。例えば自分が自己中心的で子供の気持ちを一切考えないから子供の心が育たずに不登校になってしまったとします。するとこの不登校という問題ばかりに目を向けます。子供がいつも朝になると学校に行きたくないから頭が痛いと言うとします。すると病院に連れて行き、医者にどこも悪くないと言われると他の病院に連れて行くかもしれません。深層心理はどうにかして子供の問題として片付けたいんです。小さい頃の心の傷を自分にも隠していると他にもいろいろ問題が出ますが、その一つは時にコントロールが効かなくなることです。自分で自分のことが分かっていないと、騎手が落馬した馬みたいに他の競走馬の邪魔になるところを走ったり、他の馬にぶつかったり、逆走したりとめちゃくちゃになります。例えば自分が病的に依存心が強いと分かっていないと、自分の思い通りに動いてくれない人にものすごく憎しみを持ちます。自分がしてほしいという気持ちしかないということを分かっていないと、自分の方は何もしないでおいてしてくれない相手に憎しみを持ちます。この憎しみを表現できないので我慢し続けて自分の中に溜めていきます。すると子供がちょっと何かをすると怒りが爆発してしまいます。子供にしたら八つ当たりをされているのと同じです。このようなめちゃくちゃなことがよく起こります。また自分の歪みに気づいていない人も多いです。というか気づいていないのが普通です。というのもほとんどが小さい頃の親との関係で認知が歪んでいます。小さい頃にできた歪みであれば無自覚で生きていたり教えてくれる人がいなければ気づけません。そこで劣っていないのに自分だけものすごく劣っているように感じたり、
周りの人はものすごく能力があって、ものすごく楽しそうで、ものすごく幸せそうに見えたり、責められていないのに責められているように感じたり、嫌われていないのに嫌われているように感じたり、見下されていないのに見下されているように感じたりしています。では、どうすればいいかという対策ですが、今、マイナス100の人が一気にプラス100にはなりません。まずは自分のマイナスが行き過ぎている部分を少し弱める努力をしましょう。つまり、心を育てることや心の問題に対処することはもちろん必要ですが、でもそれは時間がかかるので、それまでの間は暴走している馬がなんで暴走しているのかを知って、その馬をなだめて手当てをして、それから馬に乗って自分が操縦しましょう。つまり自分の問題点をはっきりとさせて、こういう時に自分の悪い面が出ると知って、それをコントロールできるようにしておきましょう。そのためにはまずは、本当の自分の気持ちがわかるようになる必要があります。例えば、依存心が強い人は、人がものすごく必要になりすぎるので、人に嫌われないことや、人から承認されることがものすごく重要になります。この必要性が強すぎて、本当の自分の気持ちは隅っこに追いやられています。でも、本当の自分の気持ちより、他者に承認されることを求めて生きていれば、仮に承認を得られても、それは偽物の満足です。だから承認が得られても心にエネルギーの補充ができずに抑うつ的になっていきます。本来の自分で生きたり、自分のしたいことを表現しながら生きた時に得られるビシビシと響いて伝わってくる満足が本物の満足です。我々の人生のミッションは他人の欲求を満たすことではありません。我々の人生のミッションは本当の自分で自分の人生を生きることです。それができるようになるためには、自分は自分の人生を生きていないということに気づく必要があります。今、自分はあの人に嫌われることを怖がって自分のミッションを遂行していないな。今、自分は自分の欲求をないがしろにしているな。と気づくことが最初の仕事です。そして本当の自分がわかるようになるために、誰かに従って生きる生き方ではなく、自分で選択して生きる生き方に変える必要があります。もう一つ、自分の感情を封じ込めないで、なるべく表現する生き方に変える必要があります。依存心が強ければ強いほど、これは怖いです。でも、一気に変わる必要はないです。行き過ぎている部分を緩めましょう。過度に自分を犠牲にして、全部他者に従っているのであれば、少しは自分の気持ちも大切にして、バランスを取りましょう。そのような生き方に変える努力をするのと同時に、長年隅っこに追いやっていた自分の気持ちを表に連れ出す努力も必要です。そのために、毎日どんな出来事があったか、その出来事を通してどんな感情が湧いたかということを書き出すワークがおすすめです。自分の感情を言語化することで、漠然ともやもやしていたものがはっきりとしてきます。そして自分の感情のパターンに気づきやすくなります。次に自分がしていることを分かる必要もあります。自分では気づいていなかったけど、私はこんなことをしていたのか。
相手はこう思ってると決めつけていたけど、どうもそうじゃないかもしれない。このようなことに気づけるようになる必要があります。他者の視点に立てないのは、心が成長していなくて自己中心的である可能性があります。他人に優しさを向けずに、自分の利益ばかりをこれでもかと求めていると、相手が不快や困惑を感じているサインに気づけません。これでは嫌われてしまいます。このように心が成長していなければ、他人に優しさを向けられなかったり、相手の不快に気づけません。でも、コミュニケーションができるとそれが補えます。だからコミュニケーションを取ることも大切です。コミュニケーションが取れていなければ、立場や思考の違いのすり合わせができずに、相手の気持ちがわからないためになおさら相手の不快や困惑のサインを見逃しやすくなります。コミュニケーションが苦手な人も多いと思います。コミュニケーションが苦手な人は、まず相手に興味を持つことが必要です。アダルトチルドレンは相手に興味を持っていない人が多いですが、相手に興味を持って相手をよく観察しましょう。このように自分がしていることを分かるようになるためには、心を成長させることとコミュニケーションを取ることが大切です。それを目指しながら、日々エンパシートレーニングをすることがおすすめです。エンパシートレーニングとは、簡単に言うと、相手の立場に立って共感する練習のことです。自分とは異なる立場や感情を考えてみるトレーニングです。もしよかったら日常の中で、もし自分が相手の立場だったらどう思うだろうかと意識的に相手の視点からものを見る練習をしてみてください。あるいはドラマの登場人物に感情移入して、この人は今この状況でどう感じているのかと考えてみるのも練習になります。次は自分の問題点が分かっていない問題です。多くのアダルトチルドレンは心が成長できない環境で育ってくるので、自己中心的な人が多いです。そして自分が自己中心的とは気づいていないので、直せないまま生きています。でも自分は小さい頃、心が成長できるほど自分を中心にしてもらえなかった。気持ちを大切に扱ってもらえなかった。だから自己中心的な面があるとはっきりと認識できていれば、自己蔑視する必要もないし、気をつけて抑えていける方向に向かいます。はっきりとというのは、私は自己中心的なんです。では、漠然としすぎています。例えば、私は子供に意見を言われるとイラッとするので、話し合うのではなく、一切無視して自分に従わせている。子供の気持ちを考えずに自分の欲求を満たすことを優先している。子供と接するときはいつもこのような自己中心性が出ている。このように具体的に問題点を明確にすることが必要です。問題点を明確にするには、過去のトラブルを書いてみることも有効です。例えば仕事が続かなくて何度も辞めている人は、会社ごとに辞めた理由を書いてみるのがいいです。あるいは恋人との関係が続かない人は、過去の恋人と別れた時の理由を書いてみるといいです。そしてその中から共通点を探すことで自分の問題点が見えてくることがあります。自分が自分の問題を言語化できるようになる必要がありますが、先に誰かに言語化してもらうことで
これの役に立つことがあります。なので、本を読んだり、動画を見ることも効果的です。自分の問題点が、もやもや状態から、はっきりとした状態へと変わることがあります。自分の問題点がはっきりと見えてきたら、時間をかけてそれを直していく必要もありますが、同時に日常生活では同じ間違いを起こさないように気をつけることができるようになっていきます。もやもやの時は同じことを何度も繰り返します。だからはっきりとさせること、そして気をつける強い意志を持つことが必要です。ではポイントを振り返りながら補足します。アダルトチルドレンは自分のことを分かっていない人が多いです。自分の気持ちが分からない。自分がしていることが他人の迷惑になっていることが分からない。自分の問題点が分からない。などです。欠陥人間だから分からないのではなくて、多くのアダルトチルドレンが育ってくる環境は、自分の気持ちより親の気持ちを優先しなければならなかったり、自分の感じていることを全部そのまま意識することは危険だったんです。そこで憎しみがあるのに、寂しいのに、こうしたいという欲求があるのに、それらを意識から消したかもしれません。このように生きてくるのが多くのアダルトチルドレンですが、人は自分の気持ちよりも他人の気持ちを大切に生きていたり、自分の本当の感情を意識から消していれば自分の気持ちがわからなくなります。自分の気持ちがわからなければ人の気持ちなどなおさらわからないし、このような十分に愛されない環境で育ってくれば気持ちがわからなくなるだけではなく心も成長しません。そこでアダルトチルドレンは子供のようにしてほしい、してほしいが激しく強い人が多いです。してほしい、してほしいが激しく強いと、相手の欲求や気持ちや立場まで気が回りません。この状態は、自分だけはいつでも絶対に誰にも邪魔されてはいけない存在と思っている状態です。だから自分が嫌なことをされることにはものすごく敏感になります。それでいて、してほしい、してほしいが激しく強ければ、どうしてもいつの間にか周りに害を与えてしまいますが、でも相手の欲求や気持ちや立場には無関心なので、自分が相手の気持ちを害していることには気づきません。そして愛のない機能不全家族で育ってくるともう一つ、自分の心をまっすぐ見ることが難しくなります。小さい子供はできないことや間違っていることや欠点がいっぱいあって当たり前ですが、心が未成熟の親は子供のできないことや間違っていることや欠点に耐えられません。そこで子供の欠点を責めます。こうなると子供はありのままの自分ではいけないんだと脳にインプットします。そして至らない点や欠点は自分にも周りにも隠して立派な人のふりをしながら生きていきます。ポイントは自分にも隠しているということです。だから心が成長していない人は自分が心が成長していないとはなかなか認められないし、自分が誰かに親切をするときは必ず見返りを求めているなどということもなかなか認められません。そこでこのような中核的な問題は無視して表面的な問題をどうにかしようとします。
例えば、何度恋人を変えてもいつもうまくいかないのは、自分が病的に依存心が強くて、恋人に対してしてほしいしかないということが原因だとしても、それは無視します。恋人に優しくしてもらうことを愛だと思っていて、自分からは相手に本当の意味での優しさをあげることはない。自分が相手に優しくするのは自分が優しくしてほしいからだということは無視します。それでいて、最近太ったことがいけないとか、喧嘩をしたことがいけないとか、相手がいけないとか、他の表面的な原因に取り組もうとします。中核的な問題を無視していれば、何度相手を変えても同じことを繰り返します。対策としては、愛されずに育った人は心を育てることが必要です。そのためにはやるべきことはたくさんありますが、まずは自分の本当の感情や欲求よりも、他者からの評価とか承認を求め続けてしまっているのであれば、そのことに気がつく必要があります。そして他者からの評価とか承認をもらうことがまるで自分の欲求のように感じてしまっているかもしれないけど、自分はそれとは別に本当の欲求があるのだという前提で自分の内面を探ってみる必要があります。怒りや憎しみを意識から消している自分ではなく、嫌いな人を好きと思っている自分ではなく、本当は感じている悲しみや寂しさを感じない自分ではなく、自分のことや好きなことがわからない自分ではなく、だから消えてしまいたいとネガティブな感情になる自分ではなく、本当の自分になりましょう。本当は怒っていることを伝えたいのではないでしょうか。本当は傷ついたことを伝えたいのではないでしょうか。本当はあなたのことが嫌いだと言いたいのではないでしょうか。本当は自分のことを理解してほしいと思っているのではないでしょうか。本当の気持ちを伝えるのは難しいけれども、まずは伝えるとかそういうのではなくて、本当の自分の気持ちをノートに書いてみましょう。心が育ってくると、自分がしていることが他人の迷惑になっているということも見えてきますが、それまでの間はコミュニケーションを取ろうとする意識を持ちましょう。アダルトチルドレンにとってはコミュニケーションを取ることは難しいですが、でも取ろうとする意識を持つことならできるはずです。意識を持って相手を観察する努力をしましょう。その意識がないときは、なおさら相手の不快や困惑のサインを見逃し、自分がしていることが他人の迷惑になっていることに気づけません。また、この場面で相手はどういう気持ちなんだろうと、意図的に相手の立場に立って相手の目線で状況を見てみる練習もとても役に立ちます。そして、アダルトチルドレンを克服するには、自分の問題点を明確にはっきりとさせる必要があります。そのためには、このような動画を見ることや本を読むことも大切です。また、自分の過去のトラブルを書いてみることもとても有効です。過去のトラブルを箇条書きにして、その中から自分の問題の共通点を探します。自分の問題点をモヤモヤ状態からはっきりとした状態へ変えると、それを直す準備が整いますが、
同時に日常生活では同じ間違いを起こさないように気をつけることができるようになっていきます。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、リフレクションカードを作ろうです。皆さんは学生の時に単語カードは使いました？英単語などを暗記するときにポケットサイズのカードに単語を書いておいて、移動時間や空き時間に覚えるカードです。あのようなカードに、今の自分はどんな気持ち？今日の同僚はどんな感じ？いつも起きる失敗は？最近の言動で気になる点は？などと書いておきます。時間があるときにそれを見ると、普段忘れてしまいがちな自己内省を忘れずに進められます。人の顔色より自分の気持ちを大事に生きられるようになるためには、心を育てたり、依存心を克服することも大事です。アダルトチルドレンの直し方、心の育て方編という動画や、アダルトチルドレンの依存心直し方という動画も参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。